皆さん、こんにちは。プラセボです。今回はサムネイルにもありましたが、ナビのガクさんのアタックをお送りします。ナビは世界の様々な大会に出場されていますが、この難易度の高いハードモードのフレード対戦でも、ガクさんは柔軟にいろんな編成を使って果敢に立ち向かっています。これはその中のほんの一部ですが、ぜひ華麗なアタックをお楽しみください。まずはスピアスローワーのアタックをご覧いただきます。ウォーデンが装備にファイアーボールをつけています。ファイアーボールでくじ区画を削っていきます。スピアスローは長い射程が特徴のユニットです。まずはできるだけですね、スピアスローワーが入る入り口を狭められるように区画カットが必要になっていきます。さあ、ファイヤーボールが放たれて、しっかりとくじ側を削ってスピアスローワーがスタートしました。そして12時側、ちょっと見えづらいんですが、オーブンが壁外の施設カットしています。さらにクイーンが迫撃砲を削ってスピアスローワーが狭い入り口から壁の中に進んでいきます。ヒーラーもウォーデンからスピアスローワーにスイッチして進んでいきます。さらに12時側からはウッドランチャーがスタート。12時区画の防衛施設を壊し、さらに中央のマルチギガタワーにもダメージを与えていきます。でこれでね、しっかりスピアスローワーが中央のタウンホールに向かう道がね、整えられていきました。キングがぐるーっと壁外の施設を壊して、でスパイクボール3時側の防衛施設に放っていき、さらにその内側をロイヤルチャンピオンが進んでいきます。トームがなくても最後までヒーラーがしっかり残ってスピアスローワーについているので、体力をね保ったまま最後までユニットが残っています。インビジブルもねまだ残っていました。インビジブルでロイヤルチャンピオンを守りつつ、最後の施設まで壊していきます。スピアスローワーが壁越しに残りの施設を落としていき、ナイス全開です。編成はこちらになります。2つ目はスーパーボーラーのアタックになります。まずはウォーデンヒーラーがスタート。スーパーボーラーもね、バウンドを効かせるアタックが特徴的ですが、横に広がりやすいんですよね。なのでまずはしっかり一区画を壊していきます。ウォーデンの脇をシューターが進んでいます。でシューターは最終的にはこちらまでですねカットして、さらに防衛のキングも落としていきます。さあ、アイスゴーレム出てきました。その後ろからスーパーボーラースタートします。さらにキングが11時側からスタートしていき、でキングの後ろからキングを縦にしてロイヤルチャンピオンがスタートしていきます。でこれでしっかり12時区画もカットして、スーパーボーラーがバウンドをですね中央のタウンホールのある区画へと向かわしていきます。ジャンプ2枚を使って一気にですねユニットとヒーローが6時方向に向かって進んでいきます。ロイヤルチャンピオンもまだ残っていて、外側の防衛施設を削っていきます。
そしてね、シューターですね。シューターに防衛キングが反応するんですが、ここでストライカーを刺して、シューターの中から出てきたイエティで、さらにダメージを与えて、相手キングを落としていき、ロイヤルチャンピオンがロケットスピアを放ち、クイーンも残りの施設を回収していきます。最後までヒーローが残っているといいですね。ナイス全開です。こちらもお見事でした。3つ目はドラゴンのアタックになります。まずはロイヤルチャンピオンがスタートしていきます。インビジブルとスピリットフォックスの能力を使いつつ防衛施設を削っていきます。さらにインビジブルをかけつつ進んでいきますが、ここからですね、12時側にオーバーグローの呪文をかけていくんですね。それで12時側の重たい防衛施設を隠していき、中央にロイヤルチャンピオンを誘導させていきます。たった2枠でね、25秒ね、施設を隠しているので、オーバーグローとても有効的ですよね、ロイヤルチャンピオンを誘導するのに。中央のマルチ IT を追って防衛軍を釣り出し、ロイヤルチャンピオンは終了となります。さあ、ここから3時側からキングと10日兵舎がスタート。そして12時側の重い区画の前からドラゴンが進んでいきます。で、こちらね、防衛のキング、そしてガーゴイルプリンス、そして、クラッシュモーターがねありますけれども、クラッシュモーター、ドラゴンにとってはね無害になりますのでね、ここにトームを効かせつつ進んでいきます。そして下の方ね、ノーマルウォールブレーカーでタウンホール前の壁を開けて、キングがタウンホール区画に進んでいきます。アイスラバとロケットバルーンでスーパーユニットを2つ使ってしまったので、ノーマルウォールブレーカーで壁を壊していきました。そしてアイスラバですね、十字側からスタートして、でここにアイスガードを使って対空砲のターゲットを長く取っていきます。さらに周辺の施設を凍らせて、その上をドラゴンが進んでいきます。10日兵舎からはファイヤーマイトがですね、チリチリと残っている施設にダメージを与えながら進んでいきます。最後に龍炎砲残っていましたが、背後からドラゴンが進んできました。こちらもお見事でした。最後はルートライダーバルキリーのアタックをご覧いただきます。まずはロイヤルチャンピオンがスタート。インビジブルの呪文の効果とスピリットフォックスの能力を使って防衛施設を一つずつ壊していきます。イエティで先に一時側の防衛施設を壊してロイヤルチャンピオンを3次区画奥まで進ませていきました。そして一時側の施設を隠して龍炎砲を壊していきます。ここがね、ルートライダーの最終地点になるので、ここで龍炎砲がなくなることは大きなメリットとなります。リターンで回収。そして12時側クイーンがサイドカットをして、ルートライダーが1時側からスタートしていきます。ここから L 字型にずっと進んでいくことになります。クイーンの前をキングがスタート。12時区画の防衛施設をまずは壊していきます。防衛軍にはポイズン、そして、モノリスと8時側の龍炎砲オーバーグローで隠していきます。で
でここからですね、ユニットが二手に分かれて進んでいき、ルートライダー、ヒーラーのスイッチからはぐれてしまうんですけれども、スケルトンの呪文を使って防衛施設のターゲットを散らしているので、まだトームをね貯めています。モノリスはジャイアント、そして、一時側からスーパーバーバリアンも投入して壊しつつ、ここでやっとトームですね。最終地点でトームを使ってタウンホールを捉えていきます。ここまででまだキングクイーン能力が残っています。でインビジブルも3つね使わないでそのまま使わずですね、これは全開となります。現環境難易度が高く、特定のユニットしかほぼ使われていないような大会シーンですが、アグレッシブにいろんな編成を駆使するガクさんにますます目が離せなくなりそうです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。